こんにちは、あやはれです。今日はリクエストでいただいていた私の冷蔵庫の中身を紹介します。冷蔵庫の中身全部を紹介するとかなり長い動画になってしまうので、今回は私の冷蔵庫の中でも最も食材が保管されている冷凍庫の中身を紹介します。季節によって多少中の食材は変化しますが、今回紹介する食材はダイエットを始めてから高確率で冷凍庫にストックしている食材です。それぞれの食材のダイエット視点でのメリット、そして冷凍保存方法を一つずつ紹介していきます。今日の動画から効率的に痩せるためのヒントや毎日の自炊が楽になるヒントが見つかると嬉しいです。初めて動画を見てくださる方に簡単に自己紹介させてください。以前から動画を見てくださっている方は概要欄からスキップしてください。私は昨年4月にダイエットを決意し、運動せずに食事改善のみで2ヶ月で10キロの減量に成功しました。1年半経った今も体重をキープしています。今回は私の冷凍ストックを紹介する動画になるので、私のダイエット方法について知りたい方はこちらの動画を参考にしていただけると嬉しいです。食材を紹介する前に、私が冷凍保存をするときに使う資材を先に紹介しておきます。まず玄米ご飯や肉類のグラム数を測るために測りを使います。痩せるために食事改善を始めてもう1年半ぐらい経つので、最近はそんなに使ってないのですが、ダイエット当初は食事管理のために測りを使ってしっかり分量を確認して保存するようにしていました。食材の保存にはご飯用の保存容器、野菜を保存するためのスタッシャーやジップロックの保存袋、肉や魚類の保存用にはラップを使います。また冷凍保存の際には食材の水気を取る必要があるので、キッチンペーパーも使用します。私はいつも玄米を3合から4合ぐらいまとめて炊いて、保存容器に 100g ずつ入れて冷凍しています。私はダイエットを機に白米から玄米に変えて、主食として毎食 100g ずつ食べています。変えた理由としては、白米よりも玄米の方が消化吸収が遅く、白米より少ない量でも満足感があり腹持ちするのを実感したからです。玄米を解凍する際は水大さじ1を入れてからレンジで加熱します。そのままレンジ加熱してしまうとパサついてしまうので、私は必ず水を追加してから温めるようにしています。もう一つの私の主食がこのもち麦です。もち麦もご飯用の保存容器に 100g ずつ冷凍しています。もち麦は白米に比べて食物繊維が23倍で、食べるととっても気持ちのいいお通じが出ることを実感してからよく食べるようになりました。もち麦を解凍するときは水を追加せずにそのままレンジ加熱で OK です。鶏胸肉も私の冷凍庫に年中欠かさない食材の一つです。他の肉類に比べて低カロリーで高タンパク、そして安く購入できるので節約しながらダイエットできる食材です。私は1食あたり 150g ずつ食べるので 150g ずつラップで包んでいます。鶏胸肉を切り分ける際は繊維の方向を確認してまず3つに切ります。その後に量を調節しながらラップで包んでいきます。最近はブレンダーを購入したので、鶏ミンチを買わずに鶏胸肉をミンチにして 150g ずつラップで包んで保存したりしています。冷凍庫の中は乾燥するので、できればラップに包んでさらにジップロックに入れた方が鮮度は保てます。ジップロックに入れるとどうしてもパッと見て中身が何なのか分かりづらいのがストレスだったので、今はできるだけしっかりラップで包んで長くても2週間以内には食べるように心がけています。私は冷蔵庫も冷凍庫も基本的に左側に古いものを置くようにしているので、仕切りの向こうの左側が先週分、右側が今週分という感じでパッと見て分かるようにしています。解凍する際は基本的に前日の夜にチルド室に移動させておきます。すぐに調理したい場合は耐熱皿にキッチンペーパーを敷き、ラップを外します。レンジで加熱温度を可能な限り低く設定して30秒ずつ様子を見ながら解凍します。
豚肉は全体的に脂質が多くカロリーが高いイメージがありますが、もも肉はヒレ肉の次に脂質が少ない部位で、私は調理に便利な薄切り肉をいつもストックしています。豚肉にはビタミン B1 という栄養素が豊富で、このビタミン B1 は糖質の代謝を促し、脂肪をためにくくしてくれると言われています。さらに豚肉に含まれる L カルニチンという栄養素が脂肪を燃焼してくれると言われています。私は1食あたりだいたい4枚から5枚、約 80g ずつ冷凍保存しています。解凍するときは基本的には前日の夜にチルド室に移動。すぐに調理したい場合は耐熱皿にキッチンペーパーを敷き、ラップを外します。レンジで加熱温度を可能な限り低く設定して30秒ずつ様子を見ながら解凍します。ダイエット中できるだけ多く摂取したい魚、その中でも最も手軽で美味しい鮭は必ずストックしています。魚の脂質に含まれる DHA や EPA は脂肪燃焼効果があると言われていて、鮭にもそれが豊富に含まれています。鮭は最初に酒と塩を振って5分から10分放置し、キッチンペーパーで水気を拭き取ってからラップで1つずつ包みます。解凍するときはお肉同様、前日の夜にチルド室に移動。すぐに調理したい場合は耐熱皿にキッチンペーパーを敷き、ラップを外します。レンジで加熱温度を可能な限り低く設定して30秒ずつ様子を見ながら解凍します。あとは魚のストックとしては、以前の動画で紹介したようにサバ缶やツナ缶を常にストックして積極的に魚を食べるようにしています。食物繊維、ビタミン、カリウムなどバランスよく取れる大根も冷凍保存しています。私は味噌汁や豚汁など汁物の具材に使うことが多いので、細切りかいちょう切りにしてまとめて保存袋に入れて冷凍しています。軽く水気を切ってから保存袋に入れます。細切りといちょう切りは混ざってもいいので、同じ保存袋に気持ち右に細切り、左にいちょう切りと使い分けられるようにしています。使うときは鍋にそのまま入れたり、器に入れて電子レンジで温め味噌汁の具にしたりしています。糖質が高いのでダイエット食材としてはあまり選ばれない印象がありますが、私は人参も必ずストックしています。大根同様、食物繊維、ビタミン、カリウムなどのバランスがいいのはもちろん、人参が添えてあると彩りがあって見た目が良くなるので、私は人参を取り入れています。人参も大根同様細切りかいちょう切りにして保存袋に入れて冷凍しています。人参は皮に栄養が豊富に含まれているので、私はしっかり洗って皮も丸ごと切って食べています。使うときは大根同様鍋にそのまま入れたり、器に入れて電子レンジで温め味噌汁の具にしたりしています。ブロッコリーにはむくみを解消するカリウムや脂肪燃焼を促すクロムというミネラルが含まれています。食べ応えもあって、お皿に 3,4 個添えるだけで献立がボリューミーに見えるので、とても便利な食材です。ブロッコリーは小房に切り分けます。茎は細長く切ってキッチンペーパーでしっかり水気を切ってから保存袋に入れて冷凍保存します。食べるときは耐熱皿にブロッコリーと大さじ1杯の水をかけてからラップし、600ワットで3分加熱します。食物繊維が豊富で代謝アップ効果も期待できるアスパラガスも高確率でストックしています。特にこれからの時期は安くて美味しいアスパラガスが手に入るので、肉巻きにしたりエリンギと炒めて塩コショウするだけでも美味しくて大好きな野菜の一つです。アスパラガスはお尻1センチだけ切って斜め切りにして冷凍保存しています。
使うときはフライパンに直接入れて炒めるか、耐熱皿にアスパラガスと大さじ1杯の水をかけてからラップし、600ワットで2分ほど加熱して食べます。ネギには豚肉や玄米に豊富に含まれるビタミン B1 の吸収を高める効果があり、添えるだけで料理の見栄えも良くしてくれるのでストックしています。私は長ネギを買うことが多く、斜め切りとみじん切りの2種類の切り方で冷凍保存しています。使うときはフライパンや鍋に直接入れて調理したり、器に入れて電子レンジで温め、味噌汁の具にしたりしています。私のダイエットで絶対に欠かせないキノコ類も必ず冷凍庫にストックしています。食物繊維が豊富で腸内環境を良くしてくれる上、低カロリーで料理のかさ増しにぴったりな食材です。特に椎茸は汁物や煮物に使うといい出汁にもなるので、キノコ類の中でも多めにストックしています。椎茸は石突きを切って傘と軸に分けてそのまま冷凍。鍋や煮物には大きめに切って使いたいので、あえて切らずにこのまま保存しています。キノコ類はどんなレシピにも合うので、スライスしておいて他のキノコと一緒に保存袋に入れて適当にミックスしながら使うことも多いです。使うときはフライパンや鍋に直接入れたり、電子レンジで調理したりします。しめじは石突きを切って小房に分けて冷凍保存します。えのきも石突きを切って手で細かくほぐしてそのまま冷凍保存しています。エリンギは4分の1ずつカットし肉巻きにしたり、アスパラガスと一緒に炒めて塩コショウで食べたりします。最後に食物繊維が豊富で栄養価の高いブルーベリーも冷凍ブルーベリーを購入して保存容器でストックしています。ブルーベリーは悪く言う文献を見たことないというぐらい栄養価が高いフルーツなので、ちょっと甘いものを食べたい時に間食代わりにつまんだり、朝プロテインにブルーベリーを入れてスムージーにして飲んだりしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回紹介した食材以外にも栄養価が高くダイエット向きの食材もたくさんありますが、今回は私が特に年中ストックしていて調理に使いやすい食材をまとめて紹介しました。買い物の後の冷凍ストック作りはめんどくさい作業ではありますが、とりあえずこれだけやって冷凍庫に保存しておくと毎日の自炊がすごく楽になります。あとはめんどくさいから外食するかって思った時も冷凍庫にストックした食材があると、私はちょっとした外食への抑止力みたいなものになっています。ぜひ一つでも役に立ちそうなものがあればやってみてください。以上、あやはれでした。